この動画はローデシュワルツの提供でお送りします。よいしょ。ローデシュワルツのオシロスコープ届きましたので、今日はこちらレビューしていきます。今日使ってみるのはこちらのオシロスコープ MXO4 です。ローデシュワルツそもそもオシロスコープ作ってたのかっていう話なんですけども、正直日本だと知名度は低いのですが、ようやくここまで来ました。こちらですね。最近だとラインナップいろいろ出ているんですけども、こちらの MXO4 オシロスコープ今日試してみます。こちらがオシロスコープ本体です。発売日は2022年の9月、かなり最近のモデルです。最近のオシロスコープのトレンドですが、大画面のタッチパネル、そして一応物理ボタンはありますが、割と控えめな感じです。MXO4 オシロスコープ、帯域幅は 200MHz から 1.5GHz まであります。今回使っているモデルは 1GHz のモデルです。ちなみに中身は全て 1.5GHz のものでできています。最初に 200MHz のモデルを購入しても、後からアップグレードオプションを購入すれば帯域幅の制限を解除できます。入力はアナログが4チャンネル分、そしてデジタルが16チャンネル分あります。ここら辺は一般的な構成です。正面には USB 機器を挿すところがあります。USB メモリを挿してスクリーンショットを保存したりとか、そういったところに使われるようです。ここに Gen 1と Gen 2がありますが、これは波形生成機能で使うものです。中にファンクションジェネレーターが入っていて、最大 100MHz まで波形を出力できます。一応裏面も見ておきます。トリガーで動機を取るための端子、USB、HDMI、イーサネットの接続があります。最近のオシロスコープだと外部から操作するためにこういったものを付けてあります。付属品で受動プローブが4本付いています。受動プローブの帯域は 700MHz、減衰比は10対1です。メイドインジャーマニー、ドイツ製ですね。当然受動プローブですので、このグラウンドリードが付いている状態で 700MHz の測定はできません。このリードを外した状態で付属品のスプリンググラウンドを取り付けると、まあそこそこ高周波までの測定はできるかなといったところです。ちなみにトリマーキャパシターが付いているので、周波数特性は自分で調整します。では実際に起動してみます。何秒かかるのか。ちょっと映り込みが激しいので角度調整します。画面が出てきました。ローデシュワルツはもともと EMC テスト機材とかスペクトラムアナライザーなどの高周波関連の高性能な電子計測器を作っています。このオシロスコープにもスペアな機能が搭載されているので後で試してみます。今なんか中でリレーがカチカチいっていますけども、キャリブレーションか何かをやっているのでしょう。30秒経過しました。ローディングの画面が出てきて、もうちょっと時間かかりますね。はい。波形が表示完了して測定ができるまでにだいたい40秒くらいです。起動時間としては標準的な速さです。最新のオシロスコープなのでタッチパネルの操作はできます。もちろん物理ボタンでも操作可能です。タッチパネルの感度はいいです。ただ反応が少し遅めですね。もっさりもしていませんが、サクサク動くかと言われるとそうでもありません。もたつきによる操作ストレスを感じるか感じないかギリギリのところにあります。これより遅いとストレス感じますね。チャンネルが一つの時は一番操作感が軽くて、チャンネルの数が増えていくとやはりもっさり感っていうのは出てきます。この使っているチャンネルを増やしていくと操作のもたつき感が出るというのは他のメーカーと変わらずです。画面についてですが、ここでトリガーの設定、ホリゾンタルの設定、そして波形のアクイジションの設定とか、そんな感じですね。個人的に結構気に入っているのがこのツールの設定です。この画面の左上のところにショートカットを置ける機能がありますが、意外と便利かと思います。ここのハードウェアボタンでショートカットできないところをこのツールのところでショートカットの設定をすると。例えばリドゥ、アンドゥとかそういったものを設定するとかですね。いろいろ設定できる項目はあります。サンプリングは MAX で 5GB です。チャンネル1とチャンネル3が有効の場合、サンプリング 5GB から変わりませんが、チャンネル2とチャンネル4をオンにすると、サンプリングは 5GB から 2.5GB に下がります。それ以外にもサンプリングを下げる要因として、マスの機能を入れると、同じようにサンプリング 2.5GB まで下がります。このオシロスコープの一番の魅力であるスペアナの機能がありますが、こちらオンにしてもサンプリングスピードは変わりませんでした。5GB のままです。それ以外にもロジックの測定をした時にサンプリング速度が下がらないかを見てみます。
ロジックチャンネル16チャンネル分とアナログの入力チャンネル1チャンネル2をオンにしましたが、サンプリングは 5GB から変わっていません。波形の表示ですが、標準は4つの波形を全て1つの窓に重ねると。これが標準的な波形の表示方法です。ただそれ以外にもこういう風に波形をドラッグ&ドロップみたいな風にすると、複数の窓を表示してそこに波形を個別に表示するというのもできます。結構細かくこの窓も分割することができて、こんな感じでですね設定できます。例えばマス機能なんかを使って演算した波形をいろいろ表示させたい場合なんかにはこの機能いいかと思います。それ以外にもこの左上のところにタブと表示されていますが、ここを押すとタブ1は前の設定になってて、タブ2で新しく波形の設定ができると、そういう風な取り扱いになっています。タブは一応4つまで設定できるようです。例えばタブ1で波形を全て重ねて表示して、タブ2で波形を2つずつ重ねて表示する、こういった場合に有効かと思います。ちなみに時間軸は全て同期されているので、一つの波形だけ動かすと全部の波形の時間軸が動くようになっています。波形の設定ですが、その設定したいチャンネルのところを押せばできますね。例えばカップリングで DC、AC、あとターミネーションですね。今 1MΩ のプローブつないでいるんですけども、これ外すと 50Ω のターミネーション、終端の抵抗の設定ができるようになります。で、他にはチャンネルの設定、スキュー、ラベル、チャンネルの帯域幅もここで設定できるようになってます。デジタルのフィルターかなんかが入っていて設定できるのかと思います。プローブの設定なんかもこれ全部ここに出てますね。今この受動プローブつないでいますが、これを接続するとプローブの情報がすぐ出るという風になっています。こちらのオシロスコープ、波形の取得は常時12ビット。最近のハイレゾオシロだと一般的なものになっています。このオシロスコープの一番の特徴と言ってもいいかもしれませんが、解像度18ビットまで上げられます。内部で移動平均に近い処理をやっているものかと思います。ハイレゾモードですが、ここの HD で設定するか、それかアクイジションのところから HD を選ぶと設定できます。今ハイレゾモードがオンになっています。通常のオシロスコープ縦の分解能は8ビットです。どういうことかというと、この見えている範囲を8ビット分の解像度を持たせるということです。最近のハイレゾオシロだと常時12ビットの波形取得というのが一般的になっています。この画面に見えている範囲内の電圧を12ビット分に分割します。ハイレゾモードにすると帯域幅は落ちます。最大で 500MHz、一番下げていくとかなり下がりますね。1kHz くらいまで下げれます。内部で移動平均に近い処理をやっていますので、ビット数を上げていけばいくほど帯域幅は下がります。ちなみに帯域幅はここのダイヤルで設定しています。元々の AD 変換器のビット数は12ビットで、中で数値計算をすることで疑似的にビット数を上げています。ですけども、疑似的にですが18ビットまで分解能を上げられるのは他のメーカーでは聞いたことはありません。0Vからピークまでの電圧の細かい様子を見ることの多いパワーエレの用途だとかなり重宝するかと思います。ですけども、この解像度を上げた状態での測定には注意も必要です。なぜかそれをお見せします。今の設定ですとハイレゾモードはオフになっていて、画面を12ビットで分割しています。ハイレゾモードをオンにします。はい。14ビットになりました。さらに分解能を高くしていきましょう。当然ですがバンド幅も落ちていきます。16ビットに変わりましたね。ここでこの波形に注目してほしいんですけど、よく見ててください。はいはいはい、わかりますか？今16ビットから18ビットになりましたが、波形なんか大幅に変わっていますね。もうちょっと時間軸を詰めてみますか。こんな感じです。バンド幅は 20MHz、電圧の分解能は16ビット。波形のリンギングとかは特にありませんが、さらに分解能を増やす18ビットにすると波形のリンギングが出てきましたね。高分解能にすると帯域制限がかかります。帯域制限がかかるとフーリエ級数展開した時の高周波の成分がなくなるので、定時の低い部分がリンギングとして見えてきます。例えば三角波とか正弦波だとこの現象はかなり見えにくくなっています。他にはノコギリ波とかにするとこの現象はかなり目立ってきます。ちなみに軸の最小感度は 5mV になっています。プラスマイナス 25mV の範囲内を表示します。
次に波形の更新レートを見てみます。カタログの一番最初のページ見てみると、ここに波形の更新レートが一番最初に来ていますので、これが一番のアピールポイントだというのはなんとなくわかります。最大450万波形毎秒という、かなりですね、速い更新レートあります。どのくらい速いか実際に見てみます。エラー信号を出力する基板を用意しました。これを使います。エラー信号を含んだ波形を測定すると、こんな感じです。波形が完全に立ち上がっていなかったり、立ち下がっていなかったり、あとはグリッチの信号が出てたりとか、あと若干オーバーシュートが出てたりとか、そんな波形ですね。今どのくらいで波形取得しているかというと、ここのスピードの部分を見てみると、1秒間に200万波形取得しています。時間軸を変えるとですね、若干設定も変わって、今330万ですね。見えていない時間の平均とかそういったものも表示されています。今エラーの信号が出ている率かなり高いんですけども、もう少し低くしてみます。今1秒間に1回エラーが出るっていう風にしたんですけど、パッパッパッって出るのがそれです。ちょっと分かりにくいので、セッティングからパーシステンスの設定でインフィニットにしてみます。ここでエラー出て、エラーはいっていう風になってます。更新レートの低いオシロとかを使うとなかなかですね、そのエラーの信号を取得できなかったりしますが、更新レートが高い場合、こういうふうにほぼ確実にですね、100% ではないんですけども、かなりの確率でエラー信号をキャプチャーできます。次は波形生成機能ですね。このオシロスコープファンクションジェネレーターの機能がついています。チャンネル2つ分あります。Gen 1と Gen 2ですね。使うためにはここの Gen ボタンを押すと使えます。ここのステートをオンにすると、なんか波形が出ると。周波数なんですけども、波形の形によりますが、最大で 100MHz です。ここのメモリ17秒なので、しっかりと 100MHz 出ています。ただ波形が変わって制限波から、例えば区形波とかになると最大 30MHz まで下がってしまいます。波形の種類は結構多めですね。区形波、ランプ、こんな感じの波形が出せます。波形生成機能はこれ単体で使うこともできますし、後で周波数応答を見る機能がありますが、その時に波形生成機能も一緒に使うことができます。次はスペアナの機能です。ここのボタンにあるスペアナのボタンを押すと解析が始まります。この MXO4 オシロスコープなんですけども、実はスペアナがかなり高機能です。というのも専用の ASIC を起こしていて、スペアナ用の機能をその中に収めています。実際ローデ・シュワルツの人に聞いてみましたが、スペアナ機能にはかなり自信ありとのことです。実際に見てみます。まずスペアナ開くとこんな感じです。メニュー画面で周波数の解析結果がよく見えないかと思いますが、そういった場合は Windows ラスか、それか半透明化すれば OK です。今プローブは何もつないでいません。周波数はほぼほぼフラットな状態です。これでリング状になったプローブをつないでみると出ましたね。だいたい 70MHz と 800MHz 付近でピークが立っています。ちなみにどの周波数にどのくらいの強度のピークが出ているかを見ることができます。ピークボタンを押すか、それかメニューからピークリストを開くとこんな感じになります。この式位置なんかもちょっと調整できて、80MHz と800MHz 付近にピークが出ています。80MHz については多分ラジオかなんかだと思います。800MHz についてはおそらく携帯の電波関係かと思います。一応波形の上に表示もできますね。表のタイプでやるか、それとも波形の上に直接書いてしまうかのどちらかです。個人的にはこっちの方がちょっと見やすいかなとは思います。周波数解析デモ用の波形をオシロスコープに入力しています。入力波形の周波数はスイープしています。こんな感じですね。周波数が低い時は振幅は小さくて、周波数が高い時は振幅が大きくなると。ちゃんとその通りにスイープできていますね。これ見てわかる通りめちゃくちゃスムーズに動いていますね。これはなんでかっていうと FFT をする専用 ASIC をわざわざ書き起こしたからですね。非常にスムーズです。通常のオシロスコープのスペアナ起動だと、この見えている波形の区間でポイントを取って、で、そのデータを元に FFT するっていうのがよくある機能かと思うんですけども、これ違います。波形の見えていないところまでですね、全部取って周波数解析をかけるということをしています。もうすごく波形の時間軸を拡大したとしても、この周波数解析の結果は変わりません。逆にものすごくですね、時間軸を大きく取っても、この結果というのは変わらないんです。ただ時間軸を変えてしまうと波形の取得の速度が変わってしまいますので、この FFT のこの更新速度というのは変わってしまいます。これはちょっと仕方ない部分ではあるかと思います。
本格的なスペアナみたいにスタートとストップの周波数をこういう風に設定できると。例えばストップの周波数を変えてみます。今 10MHz ですが、ストップの周波数を 20MHz に設定すると、こんな感じですね。しっかりと 20MHz まで伸びました。で、スパンみたいな設定もできて、こういう風に色々とできるわけですね。で、フルスパンで撮るとどうなるかというと、最大で 1GHz です。ちなみに物理ボタンの周波数スパンのところを押すと上のところにショートカットが出てきますので、こちらの方で設定も可能になっています。こんな感じで見えている波形とは独立で周波数解析をかけています。ですので通常のスペアナとほぼ同じ操作感で使えるっていうのはかなり新しいかと思います。ちなみにスペアナのセットアップ画面からゲート機能というのも選べます。この帯が見えているかと思うんですけども、この帯の間のデータだけを周波数解析かけるということをやっています。帯の幅を増やしていけば、この周波数解析の幅っていうのはどんどん狭くなっていくんですね。ポイント数が大きくなっていますから。で、逆にこういうふうにどんどんポイント数を減らしていくと、この周波数解析のですね、幅というのはどんどん広くなっていきます。基本的には狭くしてやった方がいいかなとは思いますね。ただ周波数解析をするポイント数が多くなっていけばいくほど動作というのは重くなっていきます。ゲート機能の何がいいかというと、例えばこういったスイッチングコンバーターの出力波形を見てみると、こんな感じになりますね。例えばその波形の特定の箇所だけの周波数解析をしたいとか、そういった場合に有効かと思います。ちなみにスイッチング波形とか見るとノイズ多めになるんですけども、これアクイジションでハイレゾモードで波形見ればこういう風に結構ノイズ除去できます。FFT 解析するのはこのハイレゾモードでノイズを除去された後の信号になります。ですのでこういう風にどんどん周波数の帯域を減らしていくと、こういう風に一気にガクッとノイズレベルが落ちる箇所がありますね。こういう風に一応フィルターの処理がされているということだけは留意する必要ありです。ちなみに周波数解析をかけられるチャンネルの設定ですが、一つのみとなっています。1234のどれかから選びます。ちなみに FFT の分解の帯域幅についてはオートかマニュアルかのどちらかで選べます。オートでやるのが一番楽ですかね。これはどういった波形を FFT かけたいかによっていろいろ設定を変えてみるといいかと思います。ここまでいろいろ機能を見てきました。まず1つ目が電圧分解能が高いことでした。そして2つ目が波形の更新速度が速い。そして3つ目が周波数解析 FFT の機能でした。そしてこれから実験する4つ目が周波数特性の分析機能です。分析機能がたくさんあってどこから入るか結構分かりにくいんですけども、そういった場合はこのメニューからアップスのところを開いてデモ機能があります。でそこからいろいろ入り込めるので、もし分かんなければここからいろいろ入り込むのがおすすめです。FRA を開くとこの画面になります。上が入出力の波形、真ん中が周波数特性のグラフです。そして一番下の表がゲイン余裕や位相余裕などの表です。測定した周波数が表の下にありますが、これですと周波数特性のグラフが分かりにくいので右の方に寄せます。ドラッグ&ドロップで操作すれば右の方に移動、幅も少し調整しました。反転増幅回路の FRA 特性の実験はこの回路でやります。入力電圧と出力電圧の棒で線図を書きます。ストップの周波数が最初 10kHz になっていたので、ここを 10MHz に設定変更します。そして LAN を押すと、あとは自動で FRA の測定をやってくれます。これがオペアンプの入出力の特性です。青色がゲイン、赤色が位相です。今回使ったオペアンプのゲインバンド幅は 3MHz です。だいたい 3MHz くらいのところからゲインが折れ始めていますね。ほぼほぼ設計通りになっていますし、その設計の妥当性っていうんですか、それが周波数特性分析によって確認できました。今倍率は1倍だったので、次倍率を10倍にして同じように測定してみます。入力波形の信号がちょっと高すぎるかと思うので、出力の波形が飽和しないようにちょっと入力の振幅を小さくしました。今どんどんなっていて、倍率10倍ですので 20dB になっています。これが FRA の結果です。倍率10倍ですので 300kHz くらいのところから折れ点が始まればいいのですが、およそ 300kHz くらいのところから折れていますね。ただゲインは10倍にしています。ゲインかける周波数が 300kHz ですので、ゲインバンド幅は変わらず 3MHz です。ちなみにスイッチング電源のループゲイン測定もできます。今回は注入トランスを使ってフィードバック電圧に電圧
スを注入します。そしてその応答を見ます。DC-DC コンバーターの位相余裕の測定はこの回路でやります。今回ね、ちょっとポイント数を多めに取っています。走らせるとこんな感じです。この測定では位相余裕を見ます。ゲイン余裕については周波数が高くなってきて、ノイズ成分かなり多めになってくるので測定は難しいです。ですけども、位相余裕については結構低周波の領域にあるので見やすいかと思います。これが測定結果です。青色がゲイン、赤色が位相です。今回位相余裕は75度になりました。ゲイン余裕についてはスイッチング周波数が 150kHz なので、かなり測りにくい領域ではあります。今回は位相余裕だけを見れば良いでしょう。75度という結果になりました。なかなかいいかと思います。というわけでローデ・シュワルツの MXO4 オシロスコープのレビューでした。大まかな特徴は4つありました。まず波形の更新速度が速いこと。2つ目が常時12ビットで波形を測定して最高で18ビットまで電圧の分解能を上げられること。そしてスペアナの機能と最後に紹介した FRA の機能です。個人的にはこのうちの3つ気に入っています。まず電圧分解能を上げられることです。電圧の分解能を高くしたいっていうことはよくあります。そういった時にこの機能非常に役に立つのかなと思います。ただ分解能を上げすぎると帯域制限がかなり低い周波数まで効いてきます。不連続関数に近い波形を高分解能で見ると不連続部分にリンギングが出てくるので、その点にだけは注意が必要です。次はスペアナの機能です。これについてはローでかなり気合を入れて作っているなという感想です。従来のオシロとは違ってこちらの MXO4 ですと普通のスペアナと同じように使えます。あとは専用の ASIC を作っていますのでかなり FFT の演算も速くなっています。よくあるオシロスコープの FFT のモードを使った時に遅くなるとか、そういったストレスはほぼほぼ感じませんでしたのでかなり優秀かと思います。そして最後 FRA の機能です。もともと波形を出力できる機能がありますので、それとオシロスコープのアナログチャンネルを組み合わせたものになります。これがあればかなり簡単にループゲインの測定であったり周波数特性の測定ができるようになるかと思います。この周波数特性の解析機能については個人的にはかなり気に入っています。動画の最後になりましたが、もしこの MXO4 オシロスコープを使ってみたい人、法人限定になりますが1ヶ月間無料でデモ機をレンタルできます。通常のデモ機レンタルだと1週間とかそういったのが多いかと思いますが、なんと1ヶ月です。それ以外にも MXO4 シリーズを購入したい方は2023年の9月末まで限定で 38% 割引で販売しています。周波数帯域は 1.5GHz でほぼフルオプションの状態です。気になる人は概要欄のリンクからロデシュワルツのホームページに飛んでぜひ確認してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。LINE からメッセージを送ってもらえればその内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中。詳しくは概要欄から。これがあれば結構簡単に